ちは。 IKEA 大好きなサヌです。よろしくお願いします。 IKEA では7月に550点以上の新商品が追加されました。その中からすぐに売り切れそうなものから紹介していきます。すごくおしゃれなサイドテーブルが出ていました。しかもお値段が異常です。ベースの部分をソファーの下に入れて使える機能的なサイドテーブルです。手前に持ってこれるので便利ですよね。そして素材が木材なんですよ。それでこのお値段びっくりです。お部屋に一つこのようなデザイン性の高いものを入れるとすごくおしゃれになるじゃないですか。これはめちゃくちゃいいなと思いました。こちらは同じシリーズのコーヒーテーブルです。しっかり大きめのサイドテーブルで足にちょっとデザイン性があるんですけども、天板はシンプルな長方形になっています。先ほど紹介したサイドテーブルと足の素材が一緒なのでセットで使っても素敵な商品だと思います。たださっきのサイドテーブルを見てしまうと、こちらは、そこまでコスパは良くないのかなと思いました。正直この天板がシンプルがゆえ、この端っこのなんていうんですかね、この処理テープ貼りました感がちょっとあります。個人的には同じ価格帯でいくとグッタネという商品が高見えすると思いました。シンプルに少しでも価格を抑えたくて少し大きめなテーブルが欲しいって方はこちらいいと思います。なかなか素敵なサイドテーブルがひっそりと展示されていました。明るめのオーク材付き板仕様となっていて、北欧ナチュラル感のある素敵な佇まいです。足先がゴールドになっていてちょっとエレガントな雰囲気もあります。また線がしっかり太くて高級感もあります。下にも棚がついているので収納力もありますし、このようにサイドテーブルとしても使えますし、ベッドサイドにも良さそうです。ソファーのアームレストトレイが新しく出てたので紹介します。アームレストに挟んで使うものとなっていて、この挟む幅は細かく調節できるようになっているので、幅広くいろんなソファーにつけることができます。天板はスチール製でした。すごくシンプルなのでインテリア問わず合わせやすいと思います。お値段もお手頃でお試ししやすいですね。この側面の部分がスコーディスという有効ボードと同じ仕様になっているので、スコーディスのアクセサリーが使えるみたいです。こんな風に鉛筆立てみたいな小物入れをつけたりフックをつけたりすることができます。ここ絶対リモコン入れたら便利そうですよね。あとは何でしょう、メガネとかフックにかけてもいいかもしれません。カラーバリエーションでダークレッドのような色味のものも出ています。こちらは3月の新商品ではあるんですけども、類似品としてこんなのもあるよというので紹介しておきます。こちらは天板が木材なので、お値段は先ほどのものよりちょっと張るんですけども、質感がとても素敵です。こちらもこのようになってまして、幅を細かく調節できるようになっています。私ももともとソファーにアームレストトレイがついてて使ってるんですけど、コップとかを安定して置けるのですごく便利です。続きましてはキッチンコーナーです。こちらゴブレットグラスが新しく出ていました。ちょっと小ぶりなデザインとなっています。かなりしっかり安定感もありそうです。デザートを入れても可愛くなりそうです。こちらは食洗機対応となっています。1個単位で買えるのもいいですよね。こちらはカラフェです。カラフェいろんな種類があって結構重たってびっくりするような重量なものもあるんですけど、こちらはそうでもなく使いやすそうな重量でした。デザインもとてもミニマルで素敵です。注ぎ口もしっかりあって使いやすそうでした。以前もちょっと紹介したんですけど、ブルーのグラス、コメントで買うのにいい言い訳を皆さん考えてくださって、もうおかげさまで買うことになりました。この以前あったブラウンと比較するとちょっとね、持ち手の部分が細いんじゃないかっていうことを聞きまして、ならばちょっとサイズのね比較をしないといけない、それは買わなきゃいけないということで買いました。もうね、この2つ並べるだけで可愛くて幸せなんですよ。
確かにちょっとね持ち手の部分は薄くなったような気はしますが、全然使いやすいですね。こちらガラスマグなのであったかい飲み物も使えるというのが嬉しいポイントです。あと色味的になんか茶色物と合わないんじゃないかっていう懸念もあると思うんですけど、意外と気にならないですよ。あと隣のガラスマグと比較して口の部分が隣のよりは薄く感じました。薄く見えます。なので実際使ってみて飲み心地もいいなと感じました。あとやっぱりたっぷり入るのも嬉しいポイントです。電子レンジ OK、 食洗機対応となっています。照明コーナーです。シンプルなランプベースが出ていました。 IKEA にはこんな風にデザイン性のある電球がいろいろ売ってます。なのでこういうシンプルなランプベースと合わせてミニマルな照明として使えます。好きな電球と組み合わせて使うことができます。お値段安くてびっくりしたんですけど、全然そんなめっちゃ安っぽいっていう感じではないです。私これの黒色、この隣の隣にあったんですけど、それを持ってまして、昔テレビの裏を光らせたいなと思った時にこれを使ってました。隣にありますこちらもとても IKEA で人気の商品でおすすめなので紹介します。大理石のランプベースなんですよ。なので質感がとてもいいんです。こちらがさっき私がテレビの裏に置いてたりしたランプベースなんですけど、この電球も私めっちゃおすすめなんですよ。すごく可愛いですよね。ちょっと真ん中がくぼんでるんですよ。なので赤血球みたいとか白玉みたいとよくコメントをいただきます。このランプとこのベース組み合わせたら可愛くなりそうですよね。サイドテーブルの上にポンと置くだけでおしゃれになりそうです。こちらは子供向けの照明として売られてたんですけども、ウォールランプです。同じシリーズでデスクライトも売っています。こちらはオレンジとホワイトの色展開だったんですけど、ウォールランプはグリーンとホワイトの色展開でした。子供用とはいえ大人が使っても全然可愛いデザインだと思います。大きなつまみを回すと調光ができます。またこの首の角度も調節が可能でした。埋め込みの LED なので別に電球を買う必要はありません。オンラインサイトを見ると交換もできますというふうに書かれていました。1日に6時間点灯した場合約10年持つそうです。こちらフロアライトなんですけども、ミラノのデザイナーラファエラさんによるデザインのフロアライトが IKEA 価格で買えるということで話題になっていた商品なんですけども、色違いが出ていました。左の濃いブラウンの方が新しく出ました。こちら本当素敵で、ベースは大理石なんですよ。リアル大理石。シェードはフロストガラス製です。このスイッチ部分もとてもおしゃれでして、すごくミニマルですよね。この上のボタンを押すとアップライトがついて、下のボタンを押すと読書灯がつくっていう感じです。このライト点灯してるのを私初めて多分見たんですよね。ガラス全体がこう光っててとても綺麗でした。こうやってバリエーションが増えるのはとても嬉しいですよね。この読書灯のところの電球のサイズがあまり見ないサイズだったので、そこだけ注意してください。 IKEA で一緒に買って帰るのがおすすめです。ちょっと変わったペンダントライトが出ていました。このシンプルな布と木のフレームのシェードなんですよ。すごくクラフト感のあるデザインなんだなと思ったら、上のシーリングカップって言うんですか、天井の部分のデザインはメタリックなんですよ。面白いデザインですよね。ちょっと灯籠っぽくないですか、空に飛ばすやつ。光は全体に拡散されそうなデザインだなと思いました。ナチュラルで優しいお雰囲気が好きな方いかがでしょうか。続きましては洗面所コーナーに出てたんですけども、ウォールキャビネットです。これ実物見るのすごく楽しみにしていました。
思ったよりしっかり大きいウォールキャビネットでした。蓋がついてまして、ロックもついています。中はこんな感じで、棚板は取り外しができるみたいです。結構しっかり大きいので化粧品とかも入りそうですし、マグネットもつくので推し活グッズを入れて、さらに扉もデコレーションするなんてこともできます。カラーバリエーションにグリーンもあって、そちらはまた一層可愛いです。こちらは引き出しユニットです。ヘルメルシリーズの引き出しユニットキャスター付きの赤色と黒色がニューとして出ていました。いや、多分赤色は前からありましたよね。一旦は廃盤になっていたのということでしょうか。引き出しが5段もあるので、かなり組み立ては大変そうではありますが、この工業的な取っ手のデザインもとても可愛いですよね。ちゃんとキャスターはロック機能がついていました。ホワイトにもニューの札がついてましたね。ちょっと分かりません。まあでもこの数年の間に価格は上がってそうですよね。昔5,000円ぐらいだったかなと思うので、致し方ないと思います。はい、でこちらがブラックですね。続きましてはちょっと大型家具に行きます。ソファーベッドなんですけども、 IKEA のソファーベッドはいかにもソファーベッドっぽくないのが特徴です。こちらはいろんな使い方ができるよというソファーベッドです。以前はブラックとオレンジのカラー展開だったんですが、今はブラックと新しくライトグレーグリーンが出ています。この背面のクッションを取れば横に寝そべれますよというソファーベッドなんですが、このシート部分とこのプーフみたいにこの半円になってる部分は全部収納になってます。なので毛布などを収納することができる。さらにこの半円部分が着脱できるんですよ。で手前に持ってきたらオットマン風にもなるし、ネイス風にもなるよみたいな、ちょっとしたテーブルっぽくも使えるよみたいな多機能なソファーベッドです。ソファーといえばソーデルハムンというとても人気のソファーがあります。こちらなんですけども、なんとこちらからもソファーベッドが出ました。すごくないですか？これ開いた状態なんですけど、閉じた状態の店舗に見本がなくって見られなかったんですが、オンライン上で見ると本当に普通のソーデルハムっぽく見えます。でも開くとこんなダブルベッドのサイズの広々ベッドになるという驚きでした。店舗のものはアームレストがついてない状態ですけども、便宜上今アームレスト付きのタイプの値段を右上に載せています。ここは自分でカスタマイズすることができます。今カバーリングが7種類も出ていました。自分の好きなカラーが選べるのも嬉しいポイントです。可愛いダイニングチェアが出ていました。こちらのファブリックのダイニングチェアなんですけども、この足のデザインもシンプルでとてもいいなと思いました。ファブリックチェアなんですけども、薄いフォーム入りのシートと背もたれになっています。で全然シワ感がなくて、ピシッとしたデザインもとても生活感が出にくくていいなと思います。でブラックのものもありまして、こちらは合皮となっています。汚れはさっと拭けそうでいいですね。ただこの黄色のファブリックの方が個人的には可愛くていいなと思いました。足はウッドっぽく見えるかもしれないんですけども、金属フレームです。あともう一色色違いでグレーもありました。こちらはフェルトみたいな生地でした。座面に傾斜がかかってまして、後ろは44センチなんですけど、座面の高さが前は46センチとなっているので、かなり高めだと思います。の最新のルームセットを見ていきましょうのコーナーです。今回はこちらのルームセットはちょっと前に紹介したんですけども、こちらの奥側にお子様用のお部屋みたいなのが7畳のお部屋があったので紹介します。その前にこのウォールフックっていうんですかね、めちゃくちゃ可愛いです。使わない時は閉じた状態になるのがいいなと思いました。
これ購入された方いらっしゃいますか？結構設置が大変だったっていう噂も聞いています。はい、でこちらの奥が多分和室だと思います。押し入れの扉は外されています。壁面にはスコーディスという有効ボードが一面に設置されていました。でこの真ん中にありますテーブルっぽくね置かれていますけども、ど真ん中にこちらはおもちゃ収納で代表的なトロファストという商品なんですけども、天板を設置してデスクっぽく使うことができるという商品です。押し入れ内はスクープ収納ボックスがたくさん使われています。さらに面白いのがヨナクセルというシェルフなんですけど、こちらを組み合わせて使っていて、スクープ自体は積み重ねない工夫がされていました。結構こうルームセットの収納の中も見てみると面白いです。デコレーションコーナーです。フェイクグリーンにこんなちっちゃいのが出てました。カンガルーが抱えるみたいなデザインになっています。こんななんかハッチカバー側にデザインがあるの珍しいですよね。こちらはキャンドルのコーナーなんですけども、 LED キャンドルに新しいのが出ていました。こういうキャンドルホルダー型になったライトです。フロストガラスを通して見る光はとても綺麗です。チラチラとした光り方をしています。またブラックも色違いで出ていました。こちらもとても綺麗でした。こちらは光源が3点ありまして、本当にリアルなキャンドルっぽく素敵でした。このゴールドとガラスの模様がとても綺麗です。これらの LED キャンドルのいいところはタイマー式になっていることです。6時間経つと自動で消灯して、また翌日同じ時間に点灯します。このゴールドのもちょっと今品薄になってるみたいですね。私のおすすめはこの LED キャンドル、このキャンドルホルダーじゃなくてこの中に入っている LED キャンドルの充電式が今年出まして、今年かな、去年の末かもしれないですけど出まして、これがとても気に入っています。これの4連タイプっていうのがありまして、私はそれほんとね今年買ってよかったものの一つですね。充電式っていうのが手軽でいいですよ。ただタイマーはついてないです。こちらはオイルランプのような形をした電池式のライトです。レトロなデザインが素敵ですね。速報ベースなんですけど、以前紹介したこちらのとてもおしゃれなポータブルランプ、クロム調も日本に来ましたよ。入荷したら絶対買いたいです。次回も新商品紹介していきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。またすぐ次の動画でお会いしましょう。